今回のプレイヤーズスキルリストはイニエスタのドリブル、バルセロナが生んだ最高傑作。ファーストコントロールは罠、ドリブルは駆け引き、パスは重心。ボールを受けてチャンスを作るまでのその一連の美しいプレーを紐解いていく。プレイヤーズスキルリスト。まずはイニエスタがボールをどのように呼び込むのか見ていこう。イニエスタが呼び込みたいゲート。パスの軌道がゲートの中央を通過するようバックステップでポジションを取り続ける。この場面では味方の動きによって拡張されるゲートをいち早く見抜いた。そもそもイニエスタは簡単にはボールに触らない。後方からのボールの惰性を利用することでターンを省略し、背面視野を取り続け、フェイクを入れ、重心を外す。そしてようやくボールにタッチする。タッチ際を狙う相手の読みを外す。相手はボールに触れる前からイニエスタの駆け引きに飲み込まれてしまう。ボールから離れ、タッチタイミングを変えることで通すゲートを変える。バックステップで距離を取り、ワンバウンドさせたボールを外向きにターン。そうやって相手を外に釣り出している。イニエスタがまともに触れたとしても、それは相手をおびき出すまやかしのタッチだ。近くから得た情報を一瞬で処理し、迫り来る相手にボールを晒す。このボールは餌であり、食いついた相手は罠にはまる。イニエスタはそれを確認し、相手の重心の逆に転がす。イニエスタはいつも相手の重心を見ている。パスがゲートの中心を通るようにバックステップで微調整。背面視野、重心を外し、ボールを見せ、誘い出す。重心移動を見てる。相手がどの方向から向かってくるか、その逆を取り続ける。さらにイニエスタはタッチ際を狙ってくる相手にチップキックを使う。
あえて高く浮かされたボールは相手の足をかわすだけでなく、その時間で視野を得る。ドリブル、その根底には2つのボールタッチがある。直線的にボールを運ぶインタッチ、そしてアーチを描くアウトタッチ。シンプルなこの2つのタッチおよびこの2つのタッチの切り替えで構成される。イン、アウト、アウト、イン、イン、アウト、イン、イン、アウト、イン、アウト。巧みなタッチの使い分けで相手を翻弄する。そしてこれはインタッチフェイクのアウトタッチ。さらにこの動きは、この時点でボールはイニエスタの体の右側にある。だがこの瞬間にはボールはイニエスタの体の左側にある。イニエスタはこのタッチタイミングでボールに触れず、右足を大きくボールの右側に踏み込む。この踏み込みによってボールを体の左側に置くことができる。そしてさらにボールを右側に置き直し、すぐに切り返す。こうやってボールに触れずにタッチ角度を変えるだけで、相手はそれに対応する必要がある。ボールを程よく減速させることができ、触らないことでミスなくドリブルを安定させられる。イニエスタが最も得意とするスキルの一つ、アウトサイドターン。シンプルなスキルは使うシチュエーションにセンスが出る。イニエスタのターンは最大限の仕掛けとリターンを有している。ボディシェイプによりピボーテへのパスコースを見せている。そしてバックパスのモーションを実行。しかしこのアクションはフェイク。相手はバックパスを読み前進する。中盤の選手の重心を前に動かし、入れ替わるようにバイタルに侵入していく。出てきたディフェンダーをもかわし、両センターバックを引きつけ、重心まで外し、完璧な状態にて味方にパスを渡すスイッチプレー。バイタルでこのプレーができるほど長時間ボールを持てたのは、やはりこのターンによる効果だ。このターンで崩したと言える。別角度、バックパスのモーションはターンの直前までそれがフェイクだと見破ることはできない。重心を外された中盤の戻りは明らかに遅い。パスをフェイクに使ったこのターンは、ボールをつなぐバルサにおいて戦術的にマッチしたドリブルと言える。そしてイニエスタのドリブルで欠かせないスキル、それがダブルタッチ。技術、頻度、精度、安定感、バリエーション、どこをとっても完璧であり、最もダブルタッチが上手いドリブラーと言える。その磨き抜かれた一級品のスキルを細かく見ていこう。
体をピッチの内側に向けサイドステップをすることで横移動は前進となる。タッチは終始サイドステップのモーションに組み込まれ、この直前のタッチはフェイクであり、相手との距離をさらに遠ざける。そして相手が足を出した瞬間、サイドステップの後ろ足でボールを弾き前進。当てる足のポイントは中足骨から小骨の間で作るアーチ。精密なコントロールによりボールを勢いよく弾き、前足のインサイドで受ける。その一連の動作は全てサイドステップのモーションに組み込まれ、横移動でありながらピッチに対して縦に高速にボールを動かすこととなる。中央へドリブルで進み、パスフェイクと組み合わせ、ダブルタッチで縦にボールを前進させる。縦に持ち運ぶドリブルでも、相手が出てくるのであれば出してくる足を目視し、ボールを大きくスライドさせ抜き去る。左足でも繰り出せ、さらにレシーブの角度を変えることで抜ける角度を微調整。ライン際で行えば駆け引きを自動化し、ピッチを最大限使うことができ、あえてライン際に誘導することで抜いた後のスペースを自身で作る。相手の足を限界まで引きつけてから転がす。体に染みついたダブルタッチはいつでも反射的に発動することができる。これらの技術を駆使しボールを運んだ後、イニエスタは効果的なアクションを起こす。その多くはパスである。特に動きながらのプレー、動きながらのパス、ランニングモーションのまま押し出すように味方へ渡し、その足は次のムーブの一歩目になる。絶え間ないポジションチェンジによるマンマークディフェンスに穴を開ける。キックの足で加速し、次のエリアに移動する。動きながらのトラップ、そしてパス。バックステップによるポジショニング。ファーストコントロール直前の背面視野。早めにボールを止め、ボディコンタクトに備える。背中で相手にぶつかり、その反動の力で加速する。そしてランニングモーションのままボールを転がす。パス交換をしながら最適なポジションを取り続け、動きながらのパス、さらにその足で加速、そしてシュート。イニエスタにとってパスモーションは移動モーションにも分類される。そしてイニエスタのパスの美学は重心にある。この場面ではボディシェイプによる偽のパスコースを見せ、相手の重心を動かした。そしてドリブルでの持ち運びで相手を走らせ、小さなアーチで逆をつく。この瞬間イニエスタは狙えるゲートが変わる。そして新しいパスコースが発生する。縦に仕掛け、相手の重心を動かし、切り返し、相手の動きを止める。そしてオーバーラップを使う。同じスタートラインでも加速したものと停止したもの、そこには優位性があり、
それを理解すればパスの概念は変わる。相手をドリブルにより強制的に動かし、切り返した瞬間、新しいパスコースへボールを送る。切り返しのアウト、そしてインサイドでのパス、この動きは連動している。切り返しとパス、この動きをセットで行うことで発生直後のパスコースを狙うことができる。相手の思考は後手に回らざるを得ない。針の穴を通すパスコース。イニエスタにとってそれは数秒前から狙い続けているパスコースである。1718シーズン、退団が確実視される中、迎えたコパデルレイ決勝。素晴らしいパフォーマンスを見せ、イニエスタは去り際にタイトルをもたらすことになる。交代時には両クラブのサポーターからスタンディングオベーション。22年間過ごしたバルサを離れ、イニエスタは37歳の現在もなお円熟味を増し最高レベルまで到達したテクニックを放ち続ける。The Barcelona winners scored the winning goal back in 2010. That is nice to see the Sevilla fans. 通信技術の発達により、イニエスタの美しいプレーは世界中に散りばめられ、それぞれの場所で育つ。そして今、花開こうとしているのか。